こんばんは。一世ブレンの聖子です。今日は皆さんにお悩み相談をインスタグラムで募集したので、それに答えていきたいと思います。それと同時に今日のね、夜ご飯を作っていきたいと思うので、同時進行でやっていきたいと思います。今回使うレシピ、リュウジの至高のレシピ。これかなりおすすめなので、料理を始めたいって方とか、料理全然できないという方は、ぜひこの一冊を買ってやってみてください。本当に簡単で美味しいのができます。おすすめです。別にスポンサーとかではないけど、個人的にかなりお気に入りのレシピ本です。で、今回はね、油そばを作っていきたいので、楽しみにしててください。ってことで、早速一つ目のお悩み相談から答えていきたいと思います。人にうまく自分の気持ちを言えません。どうしたらうまく伝えられますか？そうね、自分もね、人に気持ちを伝えることが結構得意じゃない方なんですけど、で最近ね結構気づいたのが、そういう人はね、多分相手の気持ちをね、めっちゃ考えちゃったりとか、もう本当に考えすぎなぐらい考えちゃってるから、自分の思うことが言えないっていうことはあると思います。相手がこれ言ったらどういう反応しちゃうんだろうとか、どういう気持ちになっちゃうんだろうって、そういうのを考えすぎちゃうから、自分の思ってる本当のことが言えないっていうこともあると思うんですよね。自分の場合はそうなんですけど、だけどね、これってね、本当にね、直そうと思ってもね、直せないんですよね。なかなか自分も自分勝手になろうとかさ、そういうことを考えたりとかする時はあったし、自分を変えようと思ったんだけど、もうなかなかね、もうこの28歳になっても変わるもんじゃないので、もう諦めました。だからもう諦めることがいいと思いますもう諦めて、そんな自分もいいよねみたいな、もうこれが自分だよねっていう風に受け入れてあげると結構吹っ切れます。ってことで、ちょっと油そばの材料にね、ネギが必要なので、これからちょっとネギの買い物行ってきます。最近ね、めっちゃね、暑くて、よいしょ、窓を開けとかなきゃ。猫ちゃんがかわいそうなので、窓を開けて買い物に行ってきます。次の質問は、私と子供たちが犬を飼いたいと言ってるのに旦那が反対しています。どうしたらいいですか？旦那さんが犬を飼いたくないって言ってる理由は何でしょうね。経済的な問題なのか、また別なのか。自分だったらもう喜んでワンちゃん欲しいってなりますけどね。理由が気になりますね。めっちゃこの間さ、マイアミ行ったらもう焼けちゃって、また痛くはないんですけど、結構また日焼けしちゃいましたはい、今回ね、油そばにちょっと必要だったものがメンマ。これね、ちょっと自分たちで急に作るのは難しいので、これは買ってきちゃいました。 3.99 ドルだから、日本円だと今だとね、400円とか500円とかしちゃうのかな。醤油が切れかかってたので醤油も買ってきました。これは6ドルぐらいだったかな。あとはネギが束で2つです。感じで、これからちょっとこのネギちゃんを切っていきたいと思います。ちょっと今ね、窓開けてるからさ、外の音とか風の音がもしかしたらうるさいかもしれないけど、ご勘弁を。仕事が忙しすぎて目が回りそう。病院だから仕方ないけど優しくなれない自分が嫌になる。いやね、これはね、めっちゃわかります。もうね、自分もね、最近仕事が忙しくて、で忙しいとね、心に余裕がなくなるんですよね。だからね、ちょっとイライラしたら、まず、これは疲れてるからなんだってまず思うことと、あと自分の最終必殺技があるんですけど、それをちょっと伝授しますね。それはイライラした時にそれをね、誰かにぶっつけちゃう時とかあるじゃないですか。例えば自分の場合はそれがブレーンなんだけど、そうすると、相手の子供時代のね、様子を思い浮かべるんです。自分だったらブレンのホームビデオとか見たことあるので、ちっちゃい時の、だから2歳の時のブレンはこんなに可愛かったとかそういう風なことを思い浮かべてあげると、怒りの
ゲージがちょっと減ります、これは結構おすすめかもしれません。そう、こんなちっちゃい時あったんだ、こんなちっちゃい子にひどいことは言えないなみたいな、そんな感覚になりますね。これね、ネギさ、本当に今回はねあれやろうと思って、ネギをさ切って、ここぐらいまで切ってさ、これをコップにつけておくとさ、またここからネギがニョキニョキって伸びてくるから、今回はそれもやりたいし、あとはたくさんネギ買ったから、冷凍して好きな時に取り出せるようにしていきたいと思います。余ったネギはこうやってコップに入れて水につけて置いとくと、ここからニョキニョキ伸びてくるので、これを外に置いときます。ブレンちゃんです。仕事が終わりました。終わったよ。今からブレンはジムに行くから、帰ってきたらご飯が食べれますね。はいはい、もう材料は揃ったのでお楽しみにしていてください。何作るか言った？言った。楽しみだね。ね、初めて自分たちで作るじゃん、今回。これ外に置いといたらいいかな、ネギちゃん。ない？メンマも買ってきた。これは冷凍庫に入れるのだ。これからタレを作っていくんですけど、必要なのが醤油、お酢、オイスターソース、かつおだし、ごま油。簡単ですね。次の相談がね、同性婚が認められないこと。これにすごくイライラするっていうのがありました。私たちも同意見です。皆さんもそうって思う方はいたら高評価を押してってください。次は、私の旦那も外国人なのですが文化の違いに戸惑っています。お二人は違いを感じることはありますか？もちろんで、これはね、国が違うとね、絶対ぶち当たる壁だと思いますね。国も違うプラス、その人のね性格とかさ、いろいろあるから結構複雑なんだよね。でもね、こればっかりはね、どっちの文化が正しいとかそういうことじゃないから、もうお互いにね、折り合い点っていうのかな、妥協点を見つけるのがもう一番いい方法だと思います。これはこっちが認めるから、これはこっちにしてみたいな感じで、一番いいところで折り合いをつけるのがいいかなと思いますね。自分の文化を押し付けるのもやっぱり違うと思うしね。でもなかなか相手の文化も受け入れることも難しいから、これって本当に難しい問題ですよね。だってね、その文化で20何年とかさ、30年とかさ生きてきてるんだからさ、それを急に変えるってのもさ、なかなか難しい話だよね。こんな感じ。あとはね、もう麺を茹でて、このタレを絡めて具を乗っけるだけで完成みたいだから、ブレが帰ってくるまでお待ちください。はい、できました。美味しそうじゃない？うまそうね。チャーシューは前のね、2、3個前の動画で作ったチャーシューを冷凍したやつを解凍して、これは買ってきて、これはあれね、卵、これはネギ、さっき切ったやつ。アッシュは外にいる。外好きだよね、アッシュちゃんは。いただいてくれ。混ぜた方がちょっと汁気が出るかも。卵が入ってるから。美味しい。美味しい？よかったです。味が濃いね。そうはい、ご飯美味しかったです。皆さんもぜひ気になる方はやってみてください。料理本本当におすすめです。ってことでね、食べ終わって今ブレンがビールを買いにちょっと外に行ったので、アッシュさん、梅ちゃんかな、ソファーをガリガリしてます。ってことで今最後の質問に答えたいと思います。質問というか最後のお悩み相談に答えたいと思います。じゃあ読んでくね。
ちょっと長いんだけど、体は男ですが心は男女どちらでもありません。自分らしく生きようと思ってもどんな自分になりたいのかよくわからないから、いろんな自分になってみようと思っても周りの目が怖くてできません。こういう時お二人ならどうしますか。高校2年生の17歳の方からいただきました。ありがとうございますね。なんかこれはね、なんだろうね、また自分もセクシャリティとかねちょっと変わってきちゃうから、難しいんだけど、自分はセクシャリティがゲイで、高校の時も中学校の時はもちろんカミングアウトはしてなくて、やっぱりねそれは周りの目が気になっちゃうし、そのねカミングアウトするのがすごく怖かったからしてなかったんですよね。でなんかその時はね自分が男の人が好きって分かってたけど、でもどうしてもやっぱり認められない自分ってのがいて、頑張って女の子を好きになってみようと思ったり、なんかちょっと自分の喋り方を変えてみようかなって思ったり、なんか頑張ってねちょっと周りの友達に合わせてみたりとか、そういうちょっとすごくね今思うとストレスが多い生活を送ってました。自分が18歳17歳とかだった頃からもう10年今経ってるんですよね。で今思うことは、この28歳の自分からその17歳16歳とかの自分に自分らしく生きていいんだよって言ってあげたいですね。だからね、質問してくれた、相談してくれたあなたもぜひ自分らしく気にせず本当に生きてほしいなと思います。きっとね10年後のあなたもそれを多分望んでるはずです。はい、ってことで皆さん、今日のね動画はこんな感じで、ちょっといつもとはまたちょっと変わったような感じの動画だったんですけど、いかがだったでしょうか。こうやってまたインスタとかでもね質問とか悩み相談とかいろいろ企画をして受け付けたいと思うので、ぜひインスタグラムの方もチェックしてみてください。ってことで、この動画面白いと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録お願いします。ポッドキャストもやっているので、そちらもぜひ概要欄からチェックしてみてください。ってことで、じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。私の相談悩みは、人混みのスーパーマーケットが怖いことです。これは本当に悩みというか恐怖症です。以上。